3年前の秋、イタリア15、6世紀の古典民謡の歌い手が日本へ来た。前評判が高く、前売りを買う人たちが暗いうちから列を作った。その演奏会の夜、2人は初めて会った。車を捕まえたのは1時を過ぎていた。しかしレイコはその遅い時間が少しも気にならなかった。それどころか、もっと車が捕まらなくて、もっと2人でいられたらとさえ思った。次郎もレイコに心を奪われていた。知り合ったのは夜の街であった。小さな出来事がきっかけを作り、何かしら打ち解け合うものがあって、食事をし、踊り、お互いのことはほとんど知らず、ただ楽しい時を過ごした。別れ際に次郎が言った。明日も会いましょう。レイコはうなずき、そしてその明日が来た。別れ際のレイコの姿が次郎の心に焼き付いていた。男が来てレイコの肩を叩いた。彼女は「あら」と言った。いや、あらと言ったような顔で男を見て微笑した。それだけで何がわかる？冗談じゃない。昨日初めて会った女性に嫉妬しているのか。そうだ、自分は嫉妬している。思いがけないことだが嫉妬しているのだ。3日間という短い時間がレイコの心を変えていた。今まで結婚の相手とさえ考えていた林田もみるみる色あせて、ただ宮島次郎の存在だけがレイコの心を深く満たしているのであった。初めて会った夜、小さな出来事が2人を近づけたより、2人の間に愛が生まれた。いや、強いて愛と呼ばなくてもいい。愛がそのように早く生まれ、短い間に揺るぎなく思えることに冷めやすいものを感じる人もいるだろう。だから愛と呼ばなくてもいい。ただ2人はお互いを求める強い感情の中にいた。短い間に2人は別れにくく夜の街を歩いた。高まりすぎた感情をただ高まるままに解き放ってよいものか。たった5日間、出会ってまだ5日間、自分の感情が信じられなかった。2人は言葉少なになり、ただ別れにくく夜の時を過ごした。レイコに迷いがないわけではなかった。思いがけず早い運命の進展に軽い恐れさえあった。明日次郎が父と会う。次郎は結婚を口にするだろうか。もしそうなら私は何と答えるだろう。自分の心がわからなくなった。変化のない毎日が長々と続いた後、突然運命が走り始めることがある。最初に会ったのが7日前で、今は2人の愛が揺るぎなく思えるのだ。しかしそんな感情を信じられるだろうか。次郎は自分で自分が信じられない。レイコも自分の心が信じられない。しかしお互いを求める熱い思いは打ち消しても消えずに強く2人の心を捉えていた。昼が近かった。レイコと約束した場所へ歩きながら、次郎は平静な自分を取り戻したという意識の中にいた。確かに自分はレイコに引きつけられている。しかし会ったばかりの彼女に結婚を求めるのは無謀としか言いようがあるまい。感情のままに結婚にのめり込んでいくには、結婚というものには引き受けねばならない多くのものがありすぎるのだ。とにかく今はレイコに会ってもその父に会っても結婚のことなどは少しも口にすまい。ただいくら冷たく考えても消えないレイコへの好意だけを語ろう。控えめにそれだけを伝えることにしよう。心が決まる時の不思議な一瞬をどう語ったらいいだろう。椅子にかけドアを見、タバコを取り出した時の次郎は確かにレイコとの距離を保っていた。次の一瞬、
次郎の心は大きく揺れた。結婚しよう。何をためらうことがあるのだ。抑えていた感情が玲子を見た時突然あふれた。一つの新しい人生に足を踏み入れたという思いが二人を捉えていた。こうなってみればこうした成り行きが一番自然だという気がした。会ってからの時間の少なさが何だろう。次郎は何も言わずに歩いた。しかしさまざまな思いが滑らかに玲子に通じていることを感じた。玲子も何も言わなかった。結婚。次郎は今夜結婚を切り出すのである。父や母はどんな気持ちでその言葉を聞くだろう。今にも自分を呼ぶ声が下からあるのではないかと玲子は息を潜めていた。その昔、一目惚れという言葉があったと言ってもいいだろう。今その言葉は何かしら現実離れをした滑稽な響きをしか持たない。男も女もつまりは用心深くなり、初めて会った時の印象だけで人を愛しはしない。だからこれはロマンチックすぎる発端という感じを与えるかもしれない。ともあれ次郎は玲子にたちまち引きつけられ、結婚を求めたのは出会って7日目であった。ご無沙汰ばかりしています。お父さんもお母さんもお元気ですか？田舎は今が一番忙しい頃でしょうか。東京にいると季節の感覚が鈍くなります。実は手紙で書くことではないのですが、家へ帰るほどの暇が取れないので、まずはお便りでお伝えします。結婚しようと思っているのです。もちろん相手は OK。 相手の両親にも昨日会って申し込んできました。皆さんにも喜んでもらえる結婚と自信を持っております。写真を同封しました。冷静に見てもなかなかの美人ではないでしょうか。細かないきさつはもう十分だろう。結局二人は思い通りにしたのである。3ヶ月経った晴れた冬の日曜日であった。ファインダーの中の次郎は見事に都会の青年であった。それが一郎には自分の犠牲において幸せをつかんだという印象で映った。自分は両親を引き受け土にまみれているのだ。一つの結婚の周りをさまざまな思いが取り囲んで二人の世界が始まる。この物語の本当の始まりはここからである。一人の人をよく知るためには3ヶ月という長さは短すぎるに違いない。しかし人間はよく分かり合ってから結婚するというものではないし、とにかく2人はお互いに相手を求めていた。それが何より大事なことではないか。そう思い出会って3ヶ月で2人は結婚した。旅行に出かけた。3泊4日の関西四国のハネムーンであった。その頃次郎は入社依頼という大きな契約に挑戦し始めていた。その仕事が次郎と玲子の将来に重大な意味を持ってくることは知る由もなかったのであるが、全く別の世界で20数年を育った2人がほんの数ヶ月の付き合いで新しい世界を2人だけで作り始める。結婚。考えれば異様なことにも思える。難しすぎる仕事にも思える。しかしそれが実際はいわば夢のようにさえ過ぎてゆく。玲子も次郎も出会って3ヶ月で2人だけの世界を暮らし始めたことを少しも疑わなかった。他の生き方はできないと思うほど自然なことに思えるのであった。詳しく語る必要もないのだが、その時の次郎の仕事は新しい合成樹脂プラントの輸出権に関わるものであった。競争会社があり莫大な利益が争われていた。初めての仕事らしい仕事であった。
初めて2人が出会った夜の懐かしい店であった。結婚してまた初めての外での食事である。夫を待ちながら玲子は自分がいつの間にかある安らぎの中にいることを感じた。もしこれが恋人を待っているとしたら、こんなに静かな気持ちではいられないだろう。先に来たことが惨めに思えたり、自分の美しさを気遣ったり、会った時の態度を選ぼうとするだろう。どちらが良いとは言えないかもしれない。しかしともあれ、今の瞬間玲子にはその安らぎが幸せに思えた。幸福だと思った。甘い、思い出しても懐かしい一夜であった。しかしその一夜はその時の二人には思いもよらぬほどの深い意味を潜めていたのであった。一つの結婚がその周りにいくつかの孤独を生むことは仕方のないことなのだろう。娘を嫁がせた両親の孤独、姉に去られた弟の孤独、そうしたものを意識しない玲子ではなかったが、嫁いだ玲子は幸せであった。夫の遅い帰りを待つことの多い生活である。しかし他の生き方はできなかったと繰り返し思うほど、今の二人の世界をかけがえなく思うのであった。その仕事の失敗は次郎たちのミスではなかった。重役たちの決定の甘さに原因があった。しかし原因と関わりなく、それが二人を思いがけない運命に導いてゆくのである。サラリーマンの妻という生活には玲子の想像を超えるような思いもかけない側面は少しもなかった。平凡といえばいかにも平凡な結婚生活が始まり、しかしその一日一日が玲子には幸せで新鮮であった。そしてあの冬の寒い一日が来た。二人の上に初めて暗い影が差した。取引会社を飛び回る仕事から突然机に向かったままの仕事へ移った。そのことで感傷的になるような次郎ではなかった。ただ自分の努力とは無関係に簡単に運命が人の手で決められていくことへの無念な気持ちはやはり残った。仕事は左遷にふさわしく単調であった。次郎は黙々とそれに耐えた。玲子は結婚したばかりだからそう思うのかもしれない。もっと次郎の仕事の苦労を一緒に悩みたいと思う。しかし男はそんな妻をうるさく思うのだろうか。夫の左遷を栄転と思っているほどのんきな可愛い妻の方が夫の慰めになるのだろうか。それでは嫌だと玲子は思う。しかし次郎は依然として左遷の苦労を玲子に話そうとはしなかった。それは男の問題だと妻の前ではただ明るく振る舞おうとしていた。次郎は明るすぎると玲子は思う。左遷になって不本意な仕事をしている次郎が心からあれほど明るいはずはないのだ。なぜ私の前でその辛さを見せないのだろう。それが男らしいとでも言うのだろうか。自分の心を妻に隠してそれで妻が幸せでいると思うのだろうか。私は嫌だと玲子は思う。何気ない土曜日の夜のひとときであった。しかしそこで見た若夫婦の働く姿が思いがけなく強い印象を残した。時が経ってその印象が一つの力となるのである。